スッキリヨハネの黙示録、週末の獣。皆さんこんにちは。ダニエル書とヨハネの黙示録では、ご覧のような、獣のイメージが重要な鍵となって解き明かしが行われるため、今回はこれを見ていきます。ダニエルが見た、4つの獣のイメージを使って、7人の悪霊、つまり堕天使が表現されています。今回は、特に重要な、終末の獣と呼ばれる人物に注目するのですが、この人物は、この7人の堕天使の一人です。では、ダニエルの夢です。バビロンの王、ベルシャザルの元年に、ダニエルは床にあって夢を見、またの宇宙に幻を得たので、彼はその夢を記して、そのことの大意を述べた。ダニエルは述べて言った。私は夜の幻のうちに見た。見よ、天の四方からの風が大海をかき立てると、4つの大きな獣が海から上がってきた。これらの4つの獣は、歴史上では、図の4つの国である、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマと関連しています。では、4つの獣をそれぞれ見ていきましょう。第一のものは、獅子のようで、わしの翼を持っていたが、私が見ていると、その翼は抜き取られ、また力を越されて、人のように2本の足で立たせられ、かつ人の心が与えられた。この獅子は、バビロンの君、と呼ばれる堕天使を表しています。見よ、第二の獣は、熊のようであった。これはその体の一方を上げ、その口の歯の間に、3本の肋骨を加えていたが、これに向かって、起き上がって、多くの肉を食らえ、という声があった。この熊は、ペルシャの君、と呼ばれる堕天使を表しています。その後私が見たのは、豹のような獣で、その背には鳥の翼が4つあった。またこの獣には、4つの頭があり、主権が与えられた。ここで、豹の頭が4つあるのは、ギリシャのアレキサンダー大王の没後に、ギリシャが4つの国に分裂したことに対応しています。4つの国とは、カサンドロス朝マケドニア、ユシマコス朝マケドニア、セレウコス朝シリア、プトレマイオス朝エジプトですね。この4つの頭のある表は、これらギリシャの4人の堕天使を表しており、この堕天使の一人が、今回注目する、終末の獣と呼ばれる人物となって、終末に活動します。この獣はまた、第二神殿の養殖を行った堕天使でもあります。つまり、セレウコス朝シリアの王、アンティオコス・エピファネス4世に入って活動した堕天使ですね。その後私が夜の幻のうちに見た、第4の獣は、恐ろしい、ものすごい、非常に強いもので、大きな鉄の歯があり、暗い、かつ噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは、その前に出たすべての獣と違って、銃の角を持っていた。この最後の獣は、ローマの君を表してもいるのですが、さらに、一つ前の、終末の獣をも表しています。10の角とは、終末の2300日の間に存在する、10人の王、あるいは国のことです。ここで出てきた、4つの大きな獣を合体した姿は、ヨハネの黙示録の中では、サタンと終末の獣の、共通のイメージとして使われています。その区別は、サタンは7つの頭に冠をかぶっていますが、これに対し、終末の獣は10の角に冠をかぶっている、という違いがあります。さてでは、終末の獣について見ていきましょう。はじめに、親木、と言葉が置き換えられた、ギリシャのアレキサンダー大王の没後に、先ほど述べた、国が4つに分かれることについて予言されています。こうして、その親木は、甚だしく高ぶったが、その盛んになった時、あの大きな角が折れて、その代わりに4つの著しい角が生じ、天の四方に向かった。天の四方に向かう、という表現から、これらの角は人ではなく、堕天使であるということがわかりますね。そして、
その4つの国の一つから、王が出ることが予言されています。その角の一つから、一つの小さい角が出て、南に向かい、東に向かい、麗しい地に向かって、甚だしく大きくなり、天の衆軍に及ぶまでに大きくなり、星の衆軍のうちの数個を地に投げ下して、これを踏みつけ、また自ら高ぶって、その衆軍の主に敵し、その上空の犯罪を取り除き、かつその聖女を倒した。そしてその衆軍は、罪によって、上空の犯罪とともに、これに渡された。この一つの角、と言葉が置き換えられた堕天使が、終末の獣ですね。また、衆軍、と言葉が置き換えられた天使が、この一つの角に渡されたとあるので、多くの天使が悪霊となって、この角の手下になったことがわかります。つまり、終末の獣は、堕天使の長であるわけです。上空の犯罪を取り除き、かつその聖女を倒した、というのが、第二神殿領辱のことですね。2300日の予言の直後には、この獣の終末での活動について書かれています。彼らの国の終わりの時になり、罪人の罪が満ちるに及んで、一人の王が起こるでしょう。その顔は猛悪で、彼は謎を解き、その勢力は盛んであって、恐ろしい破壊をなし、そのなすところ成功して、有力な人々と、生徒である民を滅ぼすでしょう。彼は悪知恵をもって、偽りをその手に行い遂げ、自ら心に高ぶり、不意に多くの人を撃ち滅ぼし、また君の君たるものに敵するでしょう。しかし、ついに彼は人手によらずに滅ぼされるでしょう。すなわち、同じ堕天使が、終末に活動しますが、最後は神の手によって滅ぼされるわけです。さてここで、天での戦いについて、非常に巧みにカムフラージュされて、ほとんど見えないように、その意味が隠されている箇所を見てみましょう。これは、ダニエルが2300日の秘密を知ろうと、神の前に、3週の間身を悩ませた後に、御使いが来て、ダニエルに語った意味深長な言葉です。そこで彼は言った。あなたは、私が何のために来たかを知っていますか？私は、今帰って行って、ペルシャの君と戦おうとしているのです。彼との戦いが済むと、ギリシアの君が現れるでしょう。しかし私は、まず真理の書に記されていることを、あなたに告げよう。私を助けて、彼らと戦う者は、あなた方の君、ミカエルの他にはありません。私はまた、メデア人ダリオスの元年に立って、彼を強め、彼を力づけたことがあります。この箇所、最後の一節は11章にはみ出していて、章と節の番号を定めた人も、その意味の切れ目が分かっていなかったようです。この御使いは、何のためにどこに来たのでしょうか。これは、ダニエルに2300日の解き明かしを知らせに来た、ということではありません。ダニエルのところに来た理由については、御使いはすでに、末の日に、あなたの民に望まんとすることを、あなたに悟らせるために来たのです。というように、伝え終わっているからです。そこで、その答えは、私がペルシャに来たのは、ペルシャの君と戦うためである、というのがその意味です。この箇所、日本語訳の聖書では、口語訳以外のほとんどの翻訳がおかしな翻訳になっているので、注意が必要です。さて最後の部分の、ダリオスの元年に彼を力づけた、というのは、バビロンの王ベルシャザルが、クロス王に倒され、バビロンが滅びた時のことを言っています。主演の最中に手が出て、メネ、テケル、ウパルシン、と壁に文字を書いた時のことですね。クロスはこの後、ダリオスを一時的にペルシャの王としたわけです。つまり、この御使いは、自らがバビロンの君を倒したと言っているわけです。まとめると、この御使いは、大天使ミカエルと共に、すでにバビロンの君を倒したが、今はペルシャの君を倒そうとしており、それが終わったら、次はギリシャの君を倒すと言っているわけです。
つまり、天での戦いについて語っているわけです。この戦いによって、ギリシャの君である、終末の獣も倒されますが、彼はすぐには死なず、底知れぬ穴に閉じ込められます。そして終末に穴から出されて、終末の獣として活動することが、ヨハネの黙示録の9章と13章に書かれています。この終末の獣は、キリスト初臨の前と後の両方で、別人として2度活動するため、2300日の予言の前後に取り上げられているわけです。ちなみに、私を助けて、彼らと戦う者は、あなた方の君、ミカエルの他にはありません。という箇所の意味は、おそらくですが、この戦いを担当して遂行しているのは、大天使ミカエルと自分だけである、という意味でしょう。今回お話しした、7人の打天使は、ヨハネの黙示録の17章の記述と大いに関連しており、ここはこの視点がなければ、決して解くことができません。さて、次回は、ジョークの反対を取り除く、という言葉の、二つの全く異なる意味についてお伝えします。